認定講師の石井です。今日はこれ五葉松の針金掛けをいたします。よろしく。石井さん、はい。今日よろしくお願いします。いえ、こちらこそ。古い五葉松で特徴もはっきりしてると思うんですけど、もともとこちらが前でできてたやつが長い年月の間に芯が枯れてこういうふうに様幹になってますけど、あと事前にいらない枝だなと思うとこを全部切って置いてあります。なぜかって言ったら即削るとやはり年数が持たないです。一度切って時間を置くとヤニが巻いてその陣にしたとこが長く持ちます。そういう関係で一度切ってこういうふうに置かってあります。夏頃切ったんですか？これ、これはもう1年前。1年前に切ってるんですか？そうするとヤニが巻いて、でも剥きづらくはなるよね。今度はそれが大変だけどですね。だけどそこはね、長く持ちたい人はそういうことをやっていただくと一番いいかなって。で枯れたところもね随分動きがあって、特徴的に、そういうのは一応もう加工はされてるんですけど、切って一応置いてあるところだけはまだ加工されてないから、そこからの作業になりますけど、いうことです。はい、じゃあよろしくお願いします。昔から石井さん商品盆栽やってるから小さい木まめにやってますよね。昔からね。面白いね、変わるしね結構ね。それと短時間でやれるでしょ。そうだね。でかいものはもう年数の勝負だから、それから思うと割にね、短時間。また五葉松なんか針金かけると結構枝自由に曲がるしね。この時期の手入れとして一番楽しみの一つだと思うんですけどね。そういうのは一番いい種類だと思うね。なかなか樹種によってはそうやって焼けるともうダメになっちゃう木とかそういう木もあるけどね。松柏とか梅なんかはそのシャリを逆に見どころとして好むもね。そういうものをね一番今後やるといいよね。そのシャリができること自体が自然に作為的にできちゃってるわけじゃなくて自然にできちゃったやつだからね。よりその自然なところを生かして動きを見せていくっていうのは本来盆栽があるのでいいとこだと思うけどね。やっぱりね、残してくるのも一つだけどあまり残すぎると、今度派手になってね、木を損なうことも多いね。若返っちゃうね。そうだね。あんまり三角にポカンって作るっていうんじゃなくて作っていけると思うから、そういう動きがあると特徴が出しやすいですよね。流れとかね。飾ってみる木とさ、これから年数かけて使っていく木の作り方もまた違ってくるしね。これは前者なんですか後者なんですか？ほとんど仕事は後者が多いね。飾ってみる仕事ってあんまりしないもんな。飾る仕事もいいけどなんか作ってる方が面白いけどね。面白いよね。お客さんには悪いけど盆栽屋さんの楽しみの一つだね。お客さんの前にそれやっちゃうっていうのはね。やっぱり変わった時のさ、楽しさっていうのはまたやってみないとわからんだよね。イメージはしてるけどね、やる前にね
大体こうなるだろうなってイメージはしてるだろうけど、やっぱりやってみるとよりそれがね、なるね。具現化するわけだから。まあとにかく挑戦だね。うん、で今時期を見てもうね、水かけするたびにこうなるかなとかああなるかなって計算しながら。本来趣味ってそういうもんだと思うけどいや仕事でしょ石井さんは。俺は仕事だけど趣味ってそういうもんだと思うよ。まあ趣味はね本当にそうだよね、誰に言われたからこうだって話でもないよね、だからそれを仕事にするんだから、ありがたいですね。ありがたいよ本当にね、それは手元に置いてね、これも20年以上経ってるから、結構20年って経っちゃうんだよね。経っちゃう。知らないうちにね。しかも愛着があるだよな、そういうの。まあそれは見どころっていうか、そう利口なところがあるから愛着があるんで。で変わってくでね。でも利口なところがないの愛着ないでしょ。ああ、そうやな。もうマニアもそこまですると、もう利口なところをどうやって引き立てるかは心得てるだろうし。利口じゃないきゃ難しいね。まあ、人削ってもね、自然っていうのはなかなかね時間が経たんとできんからな。本当だね、やっぱり自然に朽ちてくやり方が一番いいよね。作ったしてなくてね、なるだけ作った感が出ないっていうのが手入れの中で重要だと思うんですけど、石井さん個性を発揮する方？個性はあんまり、やっぱり木の個性だね。木の個性で、自分のほら手入れの個性がある人もいるじゃないですか。ないな。だからいいと思うことは、どんなことにも取り入れるし、でいろんなところにこう教えてくれるものがあるから、ね、いろんな人の手入れも解釈できてるはずだし、やっぱり好きだよ、人のを見るのね。ただ人によってはほら俺はこうなんだっていう作り方をする人もいるじゃないですか。やっぱりそれは必要だと思うけど、それが良ければ真似すればいいし、自分のものにすればいいし、まずいと思ったらやめていけばいいから。まあ汎用性が高いってところだろうね。いろんな人のいいとこ取りっていう感じでね。いやそれが仕事だと思うよ、うちらがね。どこにでも結構ヒントは落ちてるからね。あるある、いっぱいあるよ。あまり決めつけないでやっていく方が、そういう木のらしさが生きるような感じするけどね。これで今だいたい陣の細工は終わったね。もうこういうふうに作業しとる間に構想練ってくんかな。これ下枝からかけていくのはやっぱり盆栽の基本ですよね。まあ一応下枝からかけて、途中から頭へ行くね。ある程度基本が終わったらさ、まあ、頭の高さっていうのもバランス取るから、頭いくっていう解釈でいいのかな。そうそう、それもあるし、やっぱり頭の方一回行かないとさ、最後収めようという時に、収まらんようになってくるな。なんです。まあ基本的にほら昔の手入れだと一本ピョンと立たせてたりしたじゃないですか。そうそう、ああいうのがああいうんじゃなくて今全体でまとめることが多なったもんね。多いもんね。時間っていうか冠、時間がない木っていうのはやっぱり抜けすぎちゃって先があんまり良くないだよね。まあそれは綺麗なものも直感はあれかな。直感の時なんかね、直感は写真見るとね絶対必要だけどさ、あとは必要はないような気するな。季節的にはもう冬場の仕事ですね。小白の針金かけはね。そうだね。冬っていうのはこういう仕事の場合は割に仕事がないんですよ。水かけにしたって何にしたって、そうすると何やるかいうとこういう針金かけとか、そういうのが多いんだよね。じっくりね、それに向き合えるっていうかね。でやっぱり臓器なんか冬やると痛みますよね。痛むね。成長期しかやっぱり良くないね。
それを言うと本来小白なんかも成長期だから夏やってもいいと思うんですけど、夏やると葉っぱが折れたり焼けるよね。焼けるよね、笑ったりね、小白の場合はね。ヤニが出るからそこでフォローするのかな。してるね。冬場に小白をかけるということは。小白でも冬かけられない木もあるもんね。いっぱいあるよ。図書とか、あまり冬は得意じゃないですよね。化粧がけってさ、適当に枝先をなぶるだけぐらいならまだいいよね、触るのはね。だけど思い切った仕事は冬はね、よほど設備がない限りやらない方のいいわな。基本的にやった後に保護はいりますよね。保護は絶対いるね。冬場寒中にさらしとくわけにいかんよね。いかんねやった後の管理っていうのは重要だと思うんですけど、これがね庭木とね盆栽との違いが少しあるんだけど、ほとんど植物一緒なんだけど、ちょこっと違うんだよね。やっぱり植木鉢盆栽って鉢に入ってる分だけデリケートかもしれない。そうパワーがないしね、やっぱり庭木だともう本当木の何倍も根っこがあるような感じだけど、どうしても盆栽だと鉢の中に収まる部分しか根っこがないんで、ちょっとね難しいとこあるけど、ちょっとパワーが違うでしょうね、持ってる。まあ観葉植物に比べはまだあれだけど、観葉植物は根っこない場合ありますからね。なくても大丈夫だ。すごいね、あんだけ生存率が高いんだね。御用は意外とデリケートだよな。そうですね、最近五葉松なんかと夏の暑さを嫌がる場合とかないですか？まあ今御用松が割に人気がなくなったりあったりするのもそこにあるんじゃないかな。夏の管理の仕方がさ、昔の気候と変わったのよ、だから随分難しくなったね。そうですね、それも1年だけパッて暑いんじゃなくて、もう常時暑いから、ダメージが蓄積してんだと思うんだけどね。ちょっと違うんだよね、1年目の暑さと5年間連続で食らった暑さじゃ持つ気も持たなくなってくるっていうか、葉鞘が細かくて、細くなって細かくなってきたらまず危ないでね。危ないですね、一枝上げてみたりね。だから葉鞘が悪くてもいいで、悪くて伸びてもいいで、そういう環境の下で育てて、まあね使ったり何かする時に戻せれたら最高なんだけどな、なかなかその戻すのは難しかったりするんだよな。やっぱり戻す時にはやはり肥料を切ったりするだろうから、どうしても太陽欲しいしな。だ場所に行くともう夏場御用松なんか寒冷車の下に入ってるとこもあるもんね。多いね今はね、この時代は特にこれからそうなるんじゃないかな。日光の直射は OK で御用松だから根の温度が上がるとかそういうのだろうね。根もあるし、やっぱり葉もあるよ。葉も暑さに持たない、葉長の悪いのは枯れる。枯れるって葉がね、弱いね、まあ細くてやわやわしてるようなね、だから葉鞘のバリバリのものすごい太いの、バチバチしてるやつ、あれは日光に当たろうが何しようが丈夫よ。銀圧なんかはね丈夫よ、丈夫だもんね。だからそこのとこをね、全体に細葉や何かも上手にそういうふうに合わせながらやればさ、多分うまくできると思うけどね。培養自体してる時には肥料をやるじゃないですか。やる。結構そうするとかなり元気にはなりますよね。なるよね、対応策としてある程度非売だな、肥料をやっていくっていうのが御用松で重要なのかなと思いますけども、最近はもうまあ少し人気が陰りがあるのはみんな自分の棚で傷んじゃったりするからがっかりしちゃうのかもしれないね。せっかく持ってる木がね。だからもう2回目が嫌なんだよな。そうね、やっぱり怖いしね、あれが悪循環だね、やっぱり元気で自分の思う通りに盆栽ができていくんであればまた欲しいなと思って
ねそらどんどん売れてくるでしょうけどね。行でも一緒だねそれは趣味も行もみんな一緒、盆栽屋さんだってね枯れちゃうんだったら困るからね損しちゃうしねだから業的にもそうだけど趣味的にもね。ね、お客さんだってがっかりしちゃうもんね。良くなるかなと思って買ってきたのがね悪くなっちゃうんじゃね。だから施設が必要になってきたね。ああ、盆栽作るのにね。ね随分この環境に対応していくのに難しいですよね。普段の培養がなっちゃったな盆栽は。まあ今までこうやって古い木は耐えてきたから今年も大丈夫だっていうことは言えないよね。それは絶対ない、だから目安は普段の見とると分かるけど急激に葉が小さくなったり、どんな種類でもそうだけど、でも五葉松なんて葉が小さくなるとさ、うわ今年は細かくできてよかったななんて思うじゃないですか。それはもう間違いです間違いですね、やっぱりどんなもんでも目安はそんなとこにあるよ、まあ日々水かけしたり草むしりしながらそういうのを観察するべきですよね。その木の状態をね。やっぱりそれが一番大切かもしれんよ。重要ですよね、まあねお客さんとかみんな忙しいのかもしれないけど、盆栽やるときはそのくらい余裕を持ちながらやっていかないとちゃんとね結果で悪くなっちゃったりするからね結果はすぐ出るよ。結果出ますよね、どうせんでもいいのはどんどん太っていくしさ、太ったら通常喜ばなあかんねんな。そうだね、大物なんかだとねもう太るのは当たり前ですけどね、太って迫力出てよくなったなっていうのも一つの良さですけどね。あんまり太りすぎると味がなくなったりするけどね一番怖いのがそれだなやはり長年小さいもの作ろうと思ったら、適当な非売しながら維持することが一番必要かもしれんな。難しいね、化け物作っちゃったら終わりだでな、やっぱり見て美しくないんだとねあんまり意味がないからね、いや最後いいなとかそういうこの木いいなと思うのを作るんだとやっぱりちょっと嫌だなって思うことが少ない方がいいよね。それは少ない方がいい、どうしても嫌なとこも出るでしょうけど妥協できるように作っていかないと。これ今やってる木っていうのは改作じゃないんだわ。改作、調律、改作の仕事っていうのは全く一度も針金もかけたことないような木を改作するんだけど、これは20年間やると過去に何回やられてるわからない。改作っていうのがあってんのか合ってないのか分かんないけど、常にその木のいいところを引き出そうと思ってアプローチをかけるわけだよね。だけど普通こういう取材や何かの時っていうのは
まるっきり改作に近いことやった方の派手だからさ、いやいやいや、枝ぶっ飛ばしちゃって全部やるいうのが一番それがまとまりゃいいけどね、それ心拍しかまとまんないでしょ。そう定義なんだよな、あれが。だけどそれはやっぱりそれであるんだけど、こういうのはもう本当に調整とね、ちょこっと修正したり何かするだけの仕事だと俺は思うんだけど、もうほらなんていうのかな、型っていうか基本形があるわけだし、それのほら強いとこいいとこ強いとこを生かしながらこう微調整を繰り返していくっていうのが本来高い木やる時の仕事だけどね。仕事だろうな。安い木の改作はそんなに高い木でやっちゃいけないよね。これが 90% 針金入ったとこ、今これ現状で 90% 入ったやつ、でこれは過去に何回も針金入れたり改作されたりいろんなことされてきてる木だから、もうあんまりなぶることができない、最後なぶろうと思ったら一枝にして、そこからまた何十年かけて作るかってしかできない、だけどそれやっちゃダメだから。もう石井さんのね寿命もあるしね。そうだからそういうこと考えたらこれから始めるのがこの木を引き出すための、成形っていう調整ね。でその時にまた針金大体入ってるんだけど取ったり、入れたり、それから逆にいらない枝、必要ないと判断したところは全部取っちゃう、いうやり方に変わってくるんだけど、下枝からバランスを見てるんだと思いますけどね、奥行きを作りながらそっちの今調整に入りますからっていう感じだな。まあね、空間と奥行きは一緒か。ほんでも空間と奥行き一緒のようなもんだけど、やっぱり空間がないと奥も出ないし、で流れと幹の流れを何のために仕事があるかっていうと、その持ってるポテンシャルを最大限どうやったら引き出すかっていうことを考えながら大体いい仕事っていうのはすると思うんですけど、何でも同じじゃ面白くないもんね。ないな。その木のいいとこをいかに引き出すかっていう。これの特徴はここの中の、曲がりと幅の見方が一番いいかな。ね、コンパクトに収まってるしね。だんだんね力がなくなってくる人、指先にね固なってくるとね、やっぱり人間の手がたかが知れとる、若い間はいいけど、そうするとどうしても道具を使わないとね。ごもっともです。俺はもっと細いの使ってますよ。何十年と使い慣れたのを使うのだけど、道具変わると後で道具のことも聞くんですけど、道具変わるともう本当に慣れるまで何ヶ月もかかるもんね。かかるね。ものによってはね。だから中にね、過去にいろんな人見てきたけど、本当に大した道具使わずにいい仕事する人おるしね。石井さんも大した道具使ってないですよ、見ると。本当びっくりするやつおるよ。本当かと思って。大体そこにニッパー置いてあることがね、大体ね、そんなに道具にこだわってないよな。これ結構高いんだ、このニッパー。いやわかりますけど、メーカー使わないと導線切れない。そうか。こういうところで最初から針金かけてないんだけど、こういうのは。だけど必要ないからかけてないだけで、やっぱりこう空間開けるために外したり、空間開いちゃったでしょ、これ。こういう空間のところにまた持ってくるんだね、こうやって。今は荒掛けってある程度そんなにバランス見てないんだけど、所定ね、これで隠れたでしょ、ここ。今度ここ開いてくる。それの繰り返し。それを最後どこへまとめるかっていうだけのことだね。その時にまた一回り細い針金入れたり、で必ず元に戻るっていうのは正面、
こちらが正面としたら正面に必ず一度ずつ戻したり自分の肉眼で見たりしてやると、ただ闇雲に抑えたりするんじゃなくて一回ずつ見たりするのがなんていうかな、理想的かな。それと早道だね。早くできるね。世の中に後手に回るっていうことあるんだけど、そういうことを繰り返さないようにするにはそういうのも一つの方法だね。で一度見てこれでは大丈夫だなしに、やっぱり何回も無駄なようでも何回も戻してみるっていうのは必要かもしれない。これでこの枝がかなり無駄になってきたかな、多いんかな、前から見るとね。これ外すと多分と空間が空いてくると思う。これだけのものは外したんだけど、これでここはだいぶ空間が空いてるね。でここの幹の模様が見えるようになるね。これ今剥いたのがその一番最初に言った切ってほかってって1年経ったら削るっていうやり方だし、簡単にこれ今見れるかな、白っぽく皮むく、簡単に取れるんだよね。若いね。ただこれは持ちが少ない、時間がね。やっぱり枝根の先にもヤニが来るから、そのヤニが巻いたらやっぱりヤニの効力っていうのはいいね。普段はそこにはヤニはあんまり入ってないんだね。入ってない。それが吹き出し出てくるんだよね、徐々に徐々に。だから長持ちするんだよね。ちょっとしたことでね、コツがね。長く持つ人はそういうこと考えてね、やっていただくっていうのが一番いいから。今度若い人にも教えておきますよ。すぐ売る人はあれだよ。すぐ売る人、生の状態で剥いて油合剤塗っちゃう人いるじゃないですか。おいおいおいって、あれ枯れるよな。そういうやり方は商売だからね、いろいろあるんだけど。趣味家だからあれを見て趣味家がやるんだよまた。あれダメだよね。ああいうことを教えて。油合剤はもう本当に枯れてから塗らないとね、車輪とこね。それじゃないと意味ないだろ。枯れちゃうから、やっぱりせっかくやったってね、悪くなっちゃったらしょうがないんだから。今これ今握ってるとこれ、今回一つ抜くんだけど、こうやって、今これが現状なんだけど、こうやって見るとこれつけとるとここへつけてくるとだらしないで、
今回の時の枝抜きの一番最大はこれ。まああっても裏から見る形になるんだけど、コンパクトにした方がより迫力が出るよね。だってやっぱりこれからこれ抜くんだけど、だって一度はこうやってかけるんだけど途中から気持ちが変わることが多い。だったら最初からやるんだなしに無駄でも一回かけちゃって、でこういうとこの人員作りを長くするとまたこれは残したと一緒でまたこんな見えないから、どっちみち必要ないちょこっと見えるという感じで、これだとねこれでもうすでに少しコンパクトになったから、まあコンパクトにするっていうのはその迫力も出すし価値観もね、上がるし、やはりちょっとだらしなく作っちゃうとあーって感じもあるよね。出てきちゃうな、最後。特に素材に力があるとか動きがある木なんかはコンパクトに作った方がその素材が生きるような感じですね。でやはり太く見えるしね、細いもんでもね短くコンパクトにする。逆に特徴のない木はふわっと大きく作った方がいいんだろうね。いいなその方がやっぱりね。特徴がある木はコンパクトに作り加減で、特徴のない木はふわっと逃がして柔らかく作ってやるっていうと、枝ぶりがいいねなんていう話にもなんだろうな。なるよね。だから一枝無駄の時間かけてかけたように思うけど、やっぱり図柄取りする時には必要になってくることもまあまああるでね、全部が全部じゃないから、まあさっき言ったようにね、全部読めてやれるんだったらやるんでしょうけど、その人その人でね、そう読みがね、読みが違うからね、変わるでね、傘作るためにはやっぱりね必要な枝もいっぱいあるよね、だけどまあそれを考えてないから、これで1年経つと随分変わるけどね、まあ目起こししてないんで、さほどね、この葉数では目起こしできるまあ次年度良くなるっていう方向性でしかできないな、葉の長さもバラバラだしさ、揃えちゃうと鳥の毛見したよりひどなる。もうパサパサ、もう本当にパサパサになっちゃいますよね。まあこれでほぼ出来上がりなんだけど、気に入らんとこはまだ多々あるけど、それ言い出すときりないから、今回のスタートを切る状態かな、次の完成に向けてね。前みたいに指先が器用じゃなくなったね今日来てよかったですよ。もう次来る時にはもっと器用じゃなくなってるかもしれない大体集中力のピークもまあ40ぐらいですよね。だろうな。大体外科医が40ぐらいらしいですからね。もう今俺らになってくると惰性だからさ、もう経験でしょ、経験、経験と知識と経験でしょ、そこ行って持ってきゃなんとかなるだろうぐらいしかないよね、もうでも知識があるからね。だからこういうふうに動画でその知識の一端を皆さんに見せられればいいなと思うんですけどね。まあそういうふうにみんなもこういうのを真似しながら次行くんだろうからね。だからまあ当然教会の仕事だから趣味家の方もいっぱいおるだろうけど、趣味家の方だってこういうやり方もあるっていうことをさ、いやそうですよ。みんなやり方には意味があるし、個々にね、個々に意味があるし、何をその目的のためにやるかっていうところでやり方なんかもいろいろですよね。アプローチの書き方はいろいろだから、こうしなきゃいけないっていうのはなかなかなくて。で御用に関してはさ、
葉っぱなんかもあまりにも取りすぎるとさ、根のバランス、水かけの時の、あれのバランスが崩れちゃうから、そうだね、極力小葉ぐらいは取らずに、赤葉ぐらい取るぐらいの仕事が一番いいね。特に近年はあんまり使しちゃうと、培養がちょっとね難しくなってるね。それとどうしても首が長なるでしょ、関節、石棺が、あれもやっぱり一つの原因になってくるから、まあほらこれで大きな鉢入れて非培を重ねてね胴吹きするような感じでやればまた別なんだけど、これでほぼ今ちょっと歯いじくったけど歯を先端全部取っちゃったから、短くしちゃったから、こんな微妙なテクニックですね。だいたいこの感じで出来上がりっていう感じ。お疲れ様でした。これで何年先の計算、2年ぐらいかな、2年になると立派に展示に使います。もうさっきより全然売れそうな感じがしてきました。木が締まって見えて。